私の名前は菅原恵子。とある企業で働くキャリアウーマンだ。私の家は3人家族で、夫である康介さんは私との結婚を機に勤めていた会社を辞め、専業主婦になった。私が勤めている会社は大学を卒業してからずっとお世話になっていて、康介さんや家の事情から私が仕事を、夫が家庭に入るといった形になった。康介さんは付き合っている頃から料理や家の炊事や家事を得意としていて、主婦になってからはそのスキルを遺憾なく発揮。娘のカナが生まれてからはより一層育児に家事に積極的になってくれた。もちろん私も家に帰れば娘の相手をしているけれど、今ではすっかり家事スキルは康介さんの方が上だなぁと痛感している。夫の両親や私の両親も仕事の事情や康介さんの人柄をよく理解してくれていて、彼が専業主婦になることに対しては理解してくれていた。今でも両家ともに家に遊びに来てくれるし、孫が生まれてからはよく様子を見に来てくれたりして、家庭環境はとてもいい状態で過ごしていた。おかえり、恵子。ママ、おかえり。そう言って温かい料理を準備してくれている康介さんと、娘のカナが待つ癒しの我が家が私が頑張ろうと思う原動力になっていた。それに、今は稼ぎ頭でもあるので、より一層働かねば、と思ってはいるのだが、私の勤めている職場の上司に少し困った人がいたのだった。私が働いている会社の部署がやる仕事は、主に事務作業で女性社員も多く働いていた。おはよう、恵子。同僚の北沢恵里子が隣に座って挨拶をしてくる。恵里子とは入社してからの付き合いで、育児休暇から復帰したばかりだった。この会社は、業界では大手であり、福利厚生も十分に備わっていて、社内での居心地や働き方も充実している。エリコが妊娠し、育児休暇に入ることでも、会社側では問題なく休暇に入ることができたそうだ。相変わらずまだあの席にいるのね、おつぼねさんは。復帰し、仕事に慣れ始めたエリコは、私たちの部署の奥にある席を眺めながら、うんざりしたようにそう言った。どんなに環境がいい職場でも、女性が多い場所には、いわゆるおつぼねと陰で囁かれる上司がいるものであり、私の所属する場所にもそんな人が上にいた。この上司が私を悩ませる種だった。エリコも出産で育児休暇に入るときも、最近の子は妊娠してすぐに育休に入るから情けないわね、などと大声で言うような人で、仕事の合間や休憩時間、少し談笑できるタイミングが来たら、決まって旦那さんの自慢ばかりしてくる。おつぼね上司の旦那さんは、とある大企業の役員らしく、彼女はその旦那さんの素晴らしさや功績を聞いてもいないのに語り続ける。まるで虎の意を狩る狐だ。エリコを含めた同僚たちも、おつぼね上司の自慢話にはうんざりしていて、いつも聞き流して彼女が満足して離れると、やっと解放された、とエリコは安堵の表情を浮かべていた。まあ嫌な上司はいるが、それよりも働きやすい環境なので、おつぼね上司のご機嫌を損なわないように受け流すのが私の職場での当たり前になっていた。そして私は社員の中でも勤続年数が長い方で、必然的におつぼね上司の補佐をしたり関わったりするタイミングが多い。おつぼね上司は旦那の影響力で毎日会社近くの高級ランチに行っているのだが、仕事の都合でランチのタイミングが被るとランチに誘ってくる。仕事の付き合いもあるので断れずに連れて行かれるのだが、その時はずっと旦那の自慢話を聞かされる。それがちょっとした拷問だった。ただランチは美味しいので、それで総裁かなと思って最初の方は我慢ができていた。けれど、だんだんと聞かされるのが旦那の自慢話だけではなく、彼女の人生観や価値観に変わっていて、最近はとても辛く感じていた。やれ旦那は働いているのが当たり前だとか、外で大金を稼いでくることが男の甲斐だとか、わざわざ結婚してやったのだから、自分は旦那の金と影響力で豪遊三昧ができるのだとか、聞いているだけでうんざりするような内容ばかりだ。おつぼね上司との関係はそれなりにうまく立ち振る舞っていった私だけれど、ストレスがないわけではなく、実はかなり溜めていた。彼女のネチネチとした言い草が生理的に苦手だったのだと思う。それでも家でご飯を作って待ってくれている康介さんや娘のカナのことを思ってぐっと我慢を続けていた。彼女の機嫌さえ損なわなければ仕事は充実しているし環境も良かったのだ。
けれど、そんな日々の中で事件は起こった。私の職場は季節ごとに繁忙期が来る部署であり、その時期は特に忙しかった。事務方とはいえ処理する仕事は増え、そのための打ち合わせなども多く、私は自分の担当する仕事に加えて、おつぼね上司の補佐で奔走していた。彼女は上司の立場なのに、メールは確認できていないし、資料を作れないくせに偉そうに指示は飛ばすし、繁忙期になるとそういった場面が増えるので、ヒステリックになる傾向があった。入社当初はそんな彼女の無茶ぶりや機嫌の悪さに振り回されていて、それが原因で人格否定された社員が辞めていくなどといったこともあったけれど、今は私が率先して彼女の補佐をしていることと、エリコや周りの同僚たちも陰で手伝ってくれていて、それなりにうまく仕事を回せるようになっていた。しかし、その日は朝から体調が悪かった。正直、休みたいほど気だるかったけど、どうしても外せない仕事があったため、薬でごまかしながらも出勤をした。康介さんは休んだらどうかと心配してくれたけど、私は大丈夫と言って会社へ出勤した。そして昼を過ぎたあたりで一気に体調が悪くなった。目の前が真っ暗になるような感覚に襲われ、頭痛と気だるさに負けて、私はデスクに突っ伏すように倒れてしまった。突然倒れた私に驚いたエリコが、慌てて救急車を呼ぼうとしたけれど、私は夫を呼ぶから大丈夫と答えた。エリコは私の夫の事情を知っていたので、すぐに了承してくれたのだが、運悪くその一言をおつぼね上司に聞かれていたらしい。エリコが来客用のソファーまで肩を貸してくれて、私の携帯を受け取ると、代わりに夫への電話をしてくれた。水筒に入れていたお茶を飲むと、少し気分が落ち着いた。朝心配してくれて、休むように言ってくれた康介さんには、迷惑をかけるな、とか、一人で悶々と考えていると、タイミングを見計らったように、おつぼね上司は私の前に来て、旦那さんは仕事中ではと聞いてきた。私がどう説明したものかと悩んでいると、彼女は、専業主婦なのね、菅原さんの旦那さんは。と、笑みを浮かべて言ってきた。まずい、と思い、夫のことを説明しようとしたが、その瞬間、彼女の見る目が変わったことを直感した。ああ、これは何を言っても聞いてくれない時の目だ、と私は確信した。一度こうだと決めつけた彼女の考えを覆すのは難しく、入社してから何度かその目をされては意見をしたのだが、その度に私の方が折れていた。さっきの目はまさにその時の目だった。おつぼね上司は、わかったわ、と言うと何事もないように自分の席へと戻っていく。入れ違いになるように戻ってきたエリコは、いたわりの言葉一つもなかったわ、と文句を言っていたが、私は別の不安を感じていた。しばらくすると、夫の康介さんが車で迎えに来た、と携帯に連絡をしてきてくれた。私は嫌な予感がしたので、下に降りるから待っていてほしいと伝えたのだが、康介さんは、熱があるんだから部署のあるフロアまで迎えに行く、と言い、そのまま私のいるフロアまで上がってきてくれた。その優しさが普段はありがたいのだけど、今回は抱いていた不安が大きくなるばかりなので、少し嫌な気分になっていた。人の行き交いが多い部署だから、ひょっとしたら見逃されるかと淡い期待をしたが、おつぼね上司の目は夫の姿を見逃さなかった。来客のネームプレートを首から下げた旦那が部署に入ってくるなり、おつぼね上司はすぐに席を立ち上がる。私の荷物や上着を持って準備をしている康介さんに、おつぼね上司は信じられない言葉を浴びせた。あなた、菅原さんの旦那さんよね。専業主婦なんて恥ずかしくないの？奥さんを熱を出して倒れるまで働かせるなんて信じられないわ。その時は熱で頭が回っていなかったからか、おつぼね上司が言った言葉の意味を理解するのに少し時間がかかった。エリコや部署にいる女性社員、たまたまいた男性社員含めて全員が絶句する中、これ見よがしに働いてない旦那をいびるおつぼね上司。男が仕事せず家のことやるなんてダサいなどと、人目をはばからず部署のフロアで大声で嫌がらせをしてきた。私の嫌な予感が的中したのだ。私は静かに怒りで震えていた。だいたいこの忙しさはおつぼね上司の仕事のだらしなさも関係していた。彼女は偉そうにしているだけで、打ち合わせに必要な書類や資料は私がせっせと準備をしていたのだ。
それを棚に上げて、なぜそんな嫌がらせのような言葉を言われなければならないのか。私を心配して迎えに来てくれた康介さんに対してあまりにも失礼だと思った。そんなおつぼね上司の嫌味に康介さんは、私は料理が得意で家事も苦もなくできるので主婦が性に合ってるんですよ。それに家計簿つけるのとか結構楽しいんですよ。と、笑顔でおつぼね上司に返していた。事実、夫は料理が得意で家事と育児も精力的にやってくれる人だ。そのことについて後ろめたさなんてなくて、いびる年上のおつぼね上司に対しても彼は堂々としていたのだ。その答えにおつぼね上司は面白くなさそうに顔をしかめて、とりあえず奥さんを引き取ってちょうだい、と捨て台詞を吐いて席に戻っていった。康介さんはすぐに荷物を持ち直して、ふらつく私を支えてくれた。康介さん、ごめんなさい。嫌な目に遭わせてしまって。熱が出て辛い上に、おつぼね上司の嫌がらせで完全に参ってしまった私は、降りてゆくエレベーターの中で、おつぼね上司への怒りと、康介さんへの申し訳なさで泣きそうになった。それを察したのか、康介さんは何も言わないまま、優しく私の肩を支えてくれた。その後、車で病院に行くと、医者から過労だと言われた。ここ最近、おつぼね上司の仕事をしながら、自分の仕事もしていたので、疲れがどっと出たのだろう。病院の診察結果を部長に報告したところ、数日間有給をもらい安静することになった。この繁忙期に、そんな休んでもいいのだろうかと思ったのだが、エリコからの、心配せずにゆっくり休んで、などの連絡をもらい、私は療養を兼ねて有給を取得した。おつぼね上司からの連絡がなかったのが気がかりだった。けれど、急にできた1週間ほどの休みの中、久々にゆっくりと康介さんや娘との時間を楽しめた。夫や自分の実家に遊びに行ったり、娘と公園へ出かけたり、3人で買い物を楽しんだりと、思う存分休日を楽しんでいたおかげか、おつぼね上司へ抱いていた怒りもすっかり忘れてしまっていた。1週間後、久々に出社した私は溜まっていた仕事の確認などをしていたのだが、お昼休みになると突然おつぼね上司から週末にディナーに行く誘いを受けた。何でもおつぼねの旦那がつてで最近オープンした人気の高級料理屋の予約が取れたらしい。同僚を数人招待していくのだが、私の会長祝いも兼ねてどうかと言ってきたのだ。その時、旦那さんも呼んだらとおつぼね上司から言われたが、私は康介さんがいびられていた光景を思い出して、のらりくらりと夫を連れて行くことについては断った。そう言うとおつぼね上司はおもちゃがなくなった子供のように残念そうな顔をしながら、なら仕方がないわね、と言っていた。その時、忘れていた怒りが少しずつ蘇るような感覚があった。お店の名前と場所は当日教えるとだけ伝えて彼女は自分の席へと戻っていった。そのことをエリコとも話したのだが、きっと驚かせてすごーいと言われたいんだろうとエリコの呆れた言葉に私も同じ思いだった。家に帰って康介さんにその話をしたのだが、彼は嫌な顔一つせずに行っておいでと言ってくれた。嬉しさ半分、ちょっと止めてほしい気持ちもあった。その週は繁忙期のラストスパートの時期であり、休みの間に溜まった仕事を片付けつつ、おつぼね上司の補佐をしながら過ごし、ついにディナーの日である週末を迎えた。結局どこの店か知らないまま、私やエリコ、他の同僚たちは、意気揚々と進む上司に連れられて会社を出た。そして店に着いたとき、店名を見て私とエリコは思わず固まった。他の同僚たちも驚いたような顔をしていたが、私たちの驚愕は彼女たちとは異なるものだった。すごいでしょ？人気すぎて予約取れないんだから。私の旦那だから取れたのよ。さあ入りましょう。と、いつものように自慢口調のおつぼね上司は、私も驚いているのだと思ったのか、満足そうな顔をしてから店へと入ってゆく。戸惑う同僚たちもおつぼね上司の後に続いて、最後に私とエリコもハッとして後に続いた。お店の雰囲気はとても良くて、ウェイターの接客も完璧だった。おつぼね上司が予約していた個室に通されると、コースもすでに決まっていたのか、席に座るや否や、次々と料理やおもてなしが始まった。
最初は緊張していた同僚たちも美味しいディナーに舌鼓を打ってすっかりリラックスしていた。もちろん運ばれてくる料理はどれも美味しくて接客も素晴らしかった。ただそれ以前に私は内心でずっとそわそわしていた。エリコも同じようでちらちらと私の方を見てきたが、私はあえて何も言わずに過ごした。コース料理も落ち着き、残すところはデザートとドリンクになったあたり。そこまでの会話はずっとおつぼねの旦那自慢だ。旦那だからこんな素晴らしいレストランを予約できたんだと、彼女はいつものように話していたのだが、ことあるごとに私の夫が専業主婦であることを引き合いに出してこき下ろしてくる。その言い方がどれもひどかった。嫁に頼る紐旦那がしぶしぶ家事をしているだとか、所詮は女性に頼る怠け者だからきっとどこかで浮気をしているのだろうとか、憶測だけで決めつけたような言い方をしてきては、私の顔を見て鼻で笑う始末。その顔を見て、私は忘れていた怒りをふつふつと思い出していた。エリコも我慢の限界だったようで、店に迷惑をかけるわけにもいかないので、二人で先に帰ろうかと思ったその時だった。本日は当店にご来店いただき、誠にありがとうございました。店の奥からスーツ姿のオーナーが現れた。個室にまでやってきたことで、おつぼね上司がポカンとしていると、オーナーはこう言葉を続けた。うちの料理長が何かご迷惑をおかけしましたか？その言葉に、その場にいる私とエリコを除いた同僚たちが唖然とする。私たちはオーナーの登場で別の意味で驚いていた。私がずっとそわそわしていた理由だが、このお店は私がよく知る場所であり、もっと言うなら開店前に店に招待されたこともあった。実は店の奥から現れたオーナーは夫である康介さんのお兄さん。エリコは旧姓は北沢だが、今は同じ名字の菅原で、エリコはお兄さんのお嫁さんであり、そしてこの高級料理屋の料理長が私の夫だった。康介さんは昔、有名な料亭で働く板前だった。このお店は夫と兄とで立ち上げたお店であり、レストランを経営するのが夢だった二人が長年貯めた資金でオープンしたのだ。兄が経営担当で、弟の康介さんが料理担当。オーナーであるお兄さんと交際をしていたエリコの紹介で、康介さんと知り合い、私たちは結婚。エリコとは親族としても付き合いがあって、彼女が出産するときは、カナの出産の時の経験を生かしていろいろと手伝ったこともあった。私と康介さんが結婚する前には、すでに資金は貯まっていたのだが、康介さんは自分の料理の味を納得するまで研究したいと言い、結婚を境に修行していた料亭を辞め、専業主婦として家事をこなしながら自分の料理の研究に勤しんでいたのだった。そしてついに満足のいくレシピが完成し、兄弟でレストランをオープンした。私は長年康介さんを支えてきたということで、エリコと共にレストランのプレオープンに招待されていたので、私たちはお店を知っていたのだ。オープンからすぐに有名店として雑誌やテレビの取材が来て、予約の取れない人気店になったのだった。なぜオーナーでエリコの夫であるお兄さんがわざわざ個室にまでやってきたかというと、理由は単純であり、おつぼね上司の声がでかすぎて、康介さんの名前がオーナー部屋まで聞こえてきたため出てきたのだった。康介さんのお兄さんは私たちがお店に来ていることは知らなかったらしく、部屋に入るなり私たちの顔を見て少し驚いた顔をしていたが、その表情は静かな怒りを宿していた。人のいい康介さんに似て、お兄さんも温厚な人ではあるが、親族付き合いの時も弟を馬鹿にされるのが一番嫌だと言っていたので、おつぼね上司のこき下ろし文句によほど腹を立てていたのだろう。お言葉ですが、あなたが言う紐でろくでなしらしい康介は、この店の料理長であり宝です。彼はあなたのおっしゃるような人間ではなく、実直であり、自分の提供するものに誇りと誇示を持つ料理人です。先ほど召し上がっていただいた料理も、彼が数年かけて考案した料理でございます。その研鑽と努力を続けられる人柄をどうか理解してほしいのです。丁寧な言葉の合間に感じる凄みに、私たちは、いいぞ、もっと言ってやってください、と溢れてくる感情をこらえるのに必死だった。そんな思いが届いたのか、
それからもオーナーは、康介さんがいかに料理人として、人間として素晴らしいかを語った。完全にノックアウトされたおつぼね上司を一別して、オーナーはテーブルに座る私やエリコ、他の同僚たちを見渡してから頭を下げた。お騒がせして申し訳ございません。お詫びにデザートをもう一品サービスしますので、どうぞお召し上がりください。と言い残して個室を後にした。部屋から出る間際に私たちと視線があったオーナーは軽く微笑んでから部屋から出て行った。まさに完全勝利だと思った。すべてを聞き、顔を真っ赤にして何も言えなくなるおつぼね上司と、シーンと静まり返った同僚たち。その空気感と先ほどの集体に耐えられなかった彼女は会計を済ませ、一人そそくさと帰っていった。彼女が出て行ったのを見計らったように運ばれてきたデザートは人気のショートケーキで、エリコと一緒に食べたそれはとても美味しかった。それから数日後、康介さんが料理長として本格的に働き始めたので、私は会社を辞め専業主婦として家庭に入った。同僚たちからは感謝といたわりの言葉をもらい、今でも空いた時間にお茶をしたりして交流を続けている。会社で私のポジションに上がったエリコから話を聞く限り、おつぼね上司は旦那にあの日の出来事がバレたらしい。さらに旦那の給料を勝手に使い込んでいたこともバレて、愛想をつかされて離婚されたのだとか。今は仕事が恋人と言っているらしいが、補佐である私が抜けてから会社からの評価がみるみると下がっているようだ。まあ自業自得といったところだろう。私は愛する子供との時間も作れて幸せな時間を過ごしており、子育てや家事に余裕ができてきたら、康介さんのレストランの手伝いなどをする予定だ。陰キャデブの俺が突然社内のマドンナから告白されたんだけど、まさかあんなことになるなんて。俺の名前は増田優作、45歳。どこにでもいる普通のサラリーマンだ。と言いたいところだが、実はいい年をして未だに独身なんだ。なぜ独身かというと、デブの陰キャだからね。デブだけならまだいいけど、陰キャになったのは小学生の頃からずっといじめられてきたからなんだ。名前が超有名な大スターと一字違いだろ。同じ優作でもイメージ全然違うじゃんって女の子からいじられまくったんだよ。そのせいで今じゃ女性恐怖症だよ。会社でも女性社員とは顔を見て話せないし、あいつは陰キャだからなってみんなに陰口叩かれてるのも知ってる。おい優作、歩くときはもっと背筋をまっすぐ。なぜかこんな俺に気さくに声をかけてくる女が一人いるんだ。佐藤あかりだ。美人の受付嬢で独身男性社員のマドンナだ。今朝なんか出社した俺を見るなり、優作さんおはようございます。俺が返事するまで何回も大声で挨拶するんだ。おはようございます。仕方ないから返事したんだけど、後で廊下ですれ違った時に、挨拶はハキハキした方が気持ちいいですよ。なんて注意したりするんだ。なんでこんな俺にいちいち声かけするんだろう。これもいじめなのか？俺何か悪いことしたかな？思い切って彼女に尋ねようとしたんだけど、やっぱできなかった。緊張しちゃって、まともに顔を見ることもできなかったよ。でも、俺に声かけするときはいつも彼女は笑顔なんだよな。今までいろいろないじめにあったけど、あんな素敵な笑顔でいじめられたことないんだけど。最近は、なるべく佐藤あかりと顔を合わせないようにしてるんだ。顔を合わせなければ声かけされることもないし、一日中自分の殻に閉じこもっていられるからな。陰キャデブの俺にとっては空気のように無視されるのが一番楽な生き方なんだよ。でも、なんで社内のマドンナである彼女が俺に声をかけてくるのか、今でも不思議なんだよな。ところが、会社の懇親パーティーで
その理由が分かったんだ。社内では年に一度懇親パーティーが開かれるんだけど、俺は参加したことがない。みんな楽しそうに会話してるのに、俺だけ一人ポツンと孤立するのは耐えられないからね。君は職場での輪を乱してる。パーティーに参加して自分の殻を破れ。今回だけは上司の命令で俺も参加せざるを得なくなったんだ。懇親パーティーは郊外のキャンプ場で開かれた。湖の周りにコテージやホテルが立ち並ぶ美しい場所だ。乾杯はホテルの大広間で行われ、社員一人ずつ前に出て何か喋るという趣向だった。私の抱負は、とか、私の反省点は、とか、中には、今年こそ彼女を見つけるぞ、とガッツポーズするやつもいたよ。みんな明るくていいよな、と思いながら、一人で部屋の壁にもたれてたら、優作くん、一言挨拶を、という上司の命令で、俺も喋ることになっちまった。もう死にたくなったよ。その時、佐藤あかりが拍手してくれたんだ。彼女の笑顔を見た時、よしと思って俺はやる気を出したんだ。私の抱負はダイエットしてスリムになり、陰キャから卒業することです。心ではそう思ったんだけど、いざ前に出ると何も言えずにもじもじと下を向いてました。一瞬会場はシーンとなったんだけど、次には失笑というか中傷というか、そんな嫌な笑いが会場いっぱいに広がったんだ。立ってるだけでみんなの笑いを誘うとは大した才能だ。上司がそんな冗談言うもんだから、今度は会場全体がどっと湧いたよ。俺はいたたまれなくなって会場を飛び出した。どこをどうやって走ったのかわからないけど、気がついた時は湖の桟橋に佇んでいたんだ。多分、湖に飛び込んで死にたかったんだと思う。その時だった。私と付き合ってください。びっくりして振り返ると、佐藤あかりだった。幻かと思って目をこすったけど、目の前にいるのは確かにあかりだった。あかりはもう一度繰り返した。私と付き合ってください。俺は生まれて初めて女性から告白されたんだ。ふざけんじゃねえ。どうせみんなが隠れて見てるんだろ。みんなが仕掛けたドッキリに違いないと思ったんだ。だってそうだろ。会社のマドンナで美人受付嬢の佐藤あかりが俺に告るわけねえじゃん。ちょっと違うんです。私は優作さんを。いい加減にしてくれ。俺はあかりを怒鳴りつけて桟橋から逃げたんだ。もうこれ以上バカにされるのは嫌だった。でも彼女を怒鳴りつけてドッキリを台無しにしてしまったから、またみんなに嫌味を言われるんだろうなと不安になったんだ。ドッキリで騙された方が良かったかなとも思った。陰キャデブの俺なんてみんなの笑い物になるしかないんだものな。あれこれ考えて悩んでいるうちに何もかもがめんどくさいというか捨て鉢な気持ちになった。せっかくの懇親パーティーなのに一人で部屋に閉じこもって酒を浴びるように飲んだよ。懇親パーティーが終わっていつもの仕事に戻ってからも俺はビクビクしてたんだ。ドッキリを台無しにしたから仕返しのいじめがあるんじゃないかと思って。マドンナが陰キャデブのお前に告るはずねえだろ。遊びなんだからマジに考えるんじゃねえよ。そんな種明かしをされて笑われるに違いないと思ってたんだけど、数日経っても誰も何も言わないんだ。変だな。あの告白は何だったんだ？ドッキリじゃなかったのか？そんなことを思いながら一人で残業してると、背中に気配を感じたんだ。振り返ると、佐藤あかりが立ってた。思い詰めたような目で、
俺をじっと見つめて言うんだ。本気なんです。ドッキリなんかじゃありません。私と付き合ってください。俺は周囲を見回した。同僚は全員帰って、部屋には俺とあかりの二人きりだ。これはドッキリじゃない。そう思ってあかりを見ると、目にいっぱいの涙を溜めている。彼女は本気だ。でも夢かもしれない。俺は自分の方をつねった。いただ。夢じゃない。現実だ。佐藤あかりは、俺に、陰キャデブの45歳独身の俺に愛を告白したんだ。あっかりシャン、喜んでお受けします。感激と緊張で舌がうまく動かなかったけど、あかりの顔がパーッと太陽のように輝いたんだ。俺は45歳にして初めて愛される喜びを知ったのです。どうして俺みたいなおじんの陰キャデブを好きになったの？俺が初めてのデートで聞きたかったのはこのことだ。社内にはもっと若くてスマートな同僚がいるのに、よりによって俺みたいな男を選ぶなんて不思議でしょうがなかったんだ。私ね、子供の頃から両親に言われてたの。男は見かけじゃない、中身だぞって。あかりの返事を聞いて、俺は思わず泣きそうになってしまった。社内でいじめられ、孤立している俺の本当の姿を、あかりは見ていてくれたんだ。なんて素晴らしいご両親なんだろう。なんて素敵なお嬢さんなんだろう。感激のあまり、思わず俺は口走ってしまった。結婚しよう。一生君を幸せにするよ。慎んでお受けします。ああ、俺にこんな日が来るなんて、人生は捨てたもんじゃない。俺とあかりは何回かデートを重ねた。少しでも自分のことを知ってもらおうと、俺は自分がデブなのは母親に似ているからだと話して聞かせたんだ。へえ、そうだったんだ。優作さんはお母さんになったのね。実は顔だけじゃなくて体型もそっくりなんだよ。並んで歩いてるとどっちがどっちなのかわからないぐらい。そんなに似てるなら一度会ってみたいわ。それが両親ともすでに亡くなってしまってね。俺が悲しそうな顔で両親がもうこの世にいないことを伝えると、あかりは慰めるように俺の手を握りしめてくれた。本当にあかりは心の優しい女性なんだ。あかりはプロポーズを受けてくれたけど、ご両親への挨拶をしなくちゃいけない。で、次の日曜日にあかりの家に行くことになったんだけど、そこでとんでもないことが。あかりの両親に会うのはかなり緊張した。人間は見た目より中身が大事だと言っても、実際に俺を見たら結婚に反対するんじゃないかと不安にもなったよ。だって大切に育てた美人の娘を45歳の陰キャデブの俺と一緒にさせるなんてありえないだろう。でも、あかりのような娘さんを育てたご両親だからきっと大丈夫だ。そう思って勇気を出して家を訪ねたんだ。はじめまして、増田優作と申します。あなたが？俺の顔を見た途端、ご両親は口をポカンと開けたままびっくりしてるんだよ。それでも俺は言うべきことは言わなくちゃと勇気を出して頭を下げたんだ。どうかあかりさんとの結婚をお許しください。お父さん、お母さん、お願いです。あかりも一緒に頭を下げてくれた。するとご両親は急にその場に泣き崩れてしまったんだ。俺はショックを受けた。やっぱり陰キャデブの俺を見て娘の結婚相手にはふさわしくないと思ったに違いない。それで泣き崩れたんだと。あかりもびっくりして、どうしたの？なんで優作さんを見て泣くのよ。失礼じゃないの。泣き崩れた両親に向かって抗議してくれたんだ。でも俺はやはり高望みだったんだと思ってその場から逃げ出そうとした。失礼します。
と頭を下げて玄関から出て行こうとしたとき、母親が駆け寄って俺を止めたんだ。違うのよ。誤解しないで。あなたの名前は松田優作さんでしょ？はい。すると母親はまじまじと俺の顔を見つめて、ああ、やっぱり。と涙を拭いながら懐かしそうに俺の顔を見るんだ。その時、俺もあかりも何が何だかわからなかったんだけど、ご両親の話を聞いてびっくりしたんだ。まさか、そんなことがあったとは。あかりのご両親に問われて、俺は自分の両親がどのように死んだのかを説明した。今から40年前、俺がまだ5歳の時だった。親子3人で暮らしていた家が火事になったんだ。5歳の私は消防士の方に助けられたんですが、親父もお袋も火事で死んでしまったんです。それ以来、私は一人ぽっちで、いじめられ、陰キャデブと馬鹿にされて。あれから40年頑張ったのね。立派な大人になって私たちも嬉しいわ。ああ、君は亡くなったお母さんにそっくりだよ。え？私のお袋を知ってるんですか？俺は不思議に思ってそう聞いたんだ。すると、あかりのご両親はびっくりするような事実を打ち明けてくれたんだよ。40年前、あかりのご両親は揃って消防士だったんだ。あの晩、火事の緊急通報が飛び込んできて、駆けつけたのが俺の家だったんだ。必死の消火作業をしながら、俺を助け出してくれたのがご両親だったんだ。だけど、俺の親父とお袋を助けることができなかった。火事で焼け崩れた瓦礫の下に俺のお袋が倒れていて、息を引き取る前に言ったそうだ。この子だけでも助けてください。名前は優作です。増田優作です。お願いします。この子だけは。安心して、子供は無事ですから。あかりの母親がそう言うと、俺のお袋はほっとしたように微笑んで手を伸ばした。あかりの父親が5歳の俺を抱きかかえてお袋のもとへ連れて行ってくれた。お袋は俺の手を握りしめて言ったんだ。優作、幸せになるんだよ。私たちの分まで幸せになるんだよ、優作。その言葉は今も俺の記憶に残っている。お袋はそのまま息を引き取ったんだ。ご両親の話を聞いて俺は不思議な運命を感じた。あの時、火事の中から俺を助けてくれたのがあかりの両親だったなんて。そのあかりが俺のプロポーズを受けてくれたなんて。ご両親が話し終えた時、俺もあかりも泣いた。あかりがお袋とそっくりの顔と体型の俺を好きになってくれたのは、死んだお袋の導きだったんじゃないか。幼い子供を残して死ななくてはならなかったお袋は、ずっと天国から俺のことを見守ってくれたんだ。そう思うと、泣けて仕方なかった。気持ちが落ち着いた俺は、改めてあかりのご両親に手をついて頭を下げた。あの時は、命を助けていただき、ありがとうございました。すると、お父さんが言ったんだ。45歳まで、独身でいてくれてありがとう。あかりを幸せにしてあげてください。あかりも目に涙を浮かべてお礼を言った。お父さん、お母さん、優作さんを助けてくれてありがとう。こうして運命に導かれて、俺とあかりは晴れて夫婦になることができたんだ。今、あかりのお腹には俺たちの子供がいる。男の子らしい。俺とそっくりなデブかもしれないけど、陰キャな性格にはしないぞ。俺とあかりで、陽気な、たくましい子に育ててあげるんだ。いつも支えてくれた彼女と結婚。子供にも恵まれて幸せに暮らせると思っていた俺の人生があんなことになるなんて。俺の名前は川本博士、会社員として働いている。
妻のアリサと娘のユミとの3人で暮らしている俺は毎日を幸せに暮らしていた。正直、学生の時はこんな生活を送ることができるとは思ってもいなかった。学生時代の俺は女運がなく、彼女を作っても浮気をされて終わるということが何度もあった。そんなことが続き、女性不信になりかけていた俺ってまともな恋愛ができないんじゃないかな。すっかり自信をなくしていた俺を支えてくれていたのが同級生であり今の妻であるアリサだった。今までの相手はたまたまそういう人に出会ってしまっただけだよ。川本くんなら絶対にいい人を見つけることができる。俺が失恋するたびにアリサはそう言って励ましてくれた。俺を元気づけようと話を聞いてくれたり、時にはいい恋愛ができるように一緒に悩んでくれたり、本当にありがたい存在だった。普段は控えめな性格の彼女だが、一生懸命に力になろうとしてくれることが本当に嬉しくて、いつしかそんな彼女に惹かれ始めていた。アリサなら今までの奴らとは違ってきっと裏切ったりしないよな。これまでの経験もあり、若干の不安もあったのだが、それ以上にアリサに対する思いの方が勝り、気持ちを伝えた。こんな私でもいいならよろしくお願いします。顔をあからめながらも俺の気持ちに応えてくれたアリサ。それからの日々は本当に幸せだった。他の男の存在も彼女には感じられず、最初に抱いていた不安はいつしか消えてなくなっていた。社会人になっても俺たちの関係は壊れることなく続き、同棲生活を始める。今日はずいぶんお疲れだね。会社で何かあったの？いや、上司のミスを押し付けられちゃってさ、本当嫌になってくるよ。俺が仕事の愚痴をこぼしてもアリサはうなずきながら話を聞いてくれた。いつも俺を肯定してくれる彼女の存在があるから、どんな嫌なことがあっても立ち直って頑張ることができる。一番大切なことなんだから。どんな時でも俺のことを気遣ってくれるその優しさが本当に温かい。これからもこの幸せがずっと続いていくのだと思っていた。だが、それはある日を境に一瞬で崩されることになる。その日、俺はいつものように会社で仕事をしていた。アリサは学生時代の女友達と旅行に行っており、ユミは俺の仕事が終わるまでの間、彼女の実家に預かってもらっていた。いつも育児に家事に頑張ってくれてたしな。たまにはゆっくり羽を伸ばしてもらうのも大事だろう。そんなことを考えながら仕事をしていた時だった。俺の携帯に着信が入る。もしもし、川本博さんのお電話で間違いありませんか？電話の相手は警察だった。俺自身警察にお世話になるようなことをした記憶はないのだが、相手が警察だと思うと少し抵抗を感じてしまう。しかし電話の向こうから話される内容は、そんな俺の思考を一瞬で停止させたのだ。その内容はアリサが交通事故に遭い病院に運ばれたというものだった。思わぬ事態に混乱しながらも、とにかく搬送先を聞き、会社には事情を説明して急いで病院へ向かった。ですが、どうしても確認しておきたいことがございまして、川本さんは林聡さんという男性をご存知ですか？いきなり聞き覚えのない男性の名前を聞かれ、意味がわからない俺。だが、その警察官の話は耳を疑うものだった。アリサはその林という男性が運転する車に乗っていたところ、事故に巻き込まれたのだという。他に同乗者はおらず、被害に遭ったのは2人だけ。全く意味がわからなかった。アリサは今日は友達と旅行に行くと言っていたはずなのに、どうして見知らぬ男性と2人で出かけていたのか。その瞬間、学生時代の嫌な思い出がフラッシュバックした。付き合った相手に浮気をされ、何度も失恋したあの思い出よ。何かの間違いだよな。そうだよ。アリサに限ってそんなことあるはずがない。心の中で何度も自分に言い聞かせながら待つこと数時間。無事に手術は成功し、アリサは一命を取り留めた。ほっと胸をなで下ろすも、まだ別の不安が俺の中に渦巻いている。できればこの不安も一緒に消し去ってしまいたかったが、そうもいきそうにない。とにかく今はアリサの意識が戻るのを待つだけの状態だった。それからしばらくしてアリサの意識が戻った。アリサ、無事でよかった。ヒロシ、心配かけてごめんね。
後遺症なども残らず、数週間もすれば退院できるだろうとのことだった。もう大丈夫だからと笑顔を向けるアリサを前に、林という男性の話をいつ切り出すか悩む俺。さすがに意識が戻ったばかりで尋ねるのは酷だろうと思い、その日は帰宅する。連絡を受けて心配していた義両親だったが、意識が戻ったことを聞いてほっとしていた様子だった。俺はこれからのことを考えたいのもあり、仕事だと理由をつけてユミをアリサの実家に預けることにした。帰宅後、静まり返ったリビングのソファーにもたれかかりながらいろいろなことを考えていた。どんな時でも俺を支えて、こうして一緒に歩んできてくれたアリサ。その笑顔は、言葉は、どこまでが本当だったのだろうか。待て待て、まだ不倫と決まったわけじゃないんだから。そう言い聞かせても、頭の中では最悪なパターンが思い起こされてしまう。どうかこの心配が杞憂に終わってくれと、ただひたすら祈るばかりだった。翌日、会社に連絡を入れて有給を取らせてもらった俺は、すぐに病院へと向かった。一晩経って落ち着いたのか、アリサは元気そうな表情を浮かべていた。体調も特に問題はないそうだ。であれば、聞くのは今しかない。そう思った俺は思い切って尋ねる。さ、警察の人に聞いたんだけど、林聡って誰？それは、男性のことを尋ねると、それまで笑顔を見せていたアリサの表情が曇り始めた。本当はそこで笑いながら不倫ではないことを証明してほしかったのだが、一向に答えようとしないアリサに対して次第に不信感が生まれ始める。やましいことがないのなら正直に話してくれればいいのに、なぜ黙ったままなのだろうか。結局この日は何も答えてもらえず、面会時間も過ぎてしまった。その後、何度同じ質問をしてもアリサはいつも黙ったまま答えようとしない。苛立ちが募り始めていた俺はついに爆発してしまった。何もないならそう言えばいいだけだろ。言えない理由でもあるのかよ。病室ということを忘れ、思わず大声を上げてしまう。それにもかかわらずアリサは何でもないからとしか言わない。もう我慢の限界だった。また裏切られたんだな。そう思った俺は頭の中が真っ白になっていた。この子ならきっと大丈夫だと信じて今日まで支え合ってきたはずなのに、結局また同じことの繰り返しになってしまった。もう何が正しいのかもわからなくなっていた。ただ一つ言えるのは、これ以上アリサと夫婦としてやっていくことが難しいということだった。数日後、俺は離婚届を入院中のアリサに突きつけた。彼女は黙ったままじっと離婚届を見つめていた。本当はこんなことを俺だって望んじゃいなかった。だけど、この先お前のことを信じていける自信がない。そっか、わかった。震える声でアリサはそうつぶやいた。ふと彼女の顔を見ると、その目には涙を浮かべていた。その涙の意味が俺にはわからない。もし不倫をしていないなら、今ここで身の潔白を証明してほしかった。どうしてもその男については教えてくれないのか。その質問に対する返答が返ってくることはなかった。その代わりにアリサから思わぬ言葉が返ってきた。ユミだけは引き取らせて。本気でそんなことを言っているのかと耳を疑った。嘘をついてまで他の男と出かけていた奴に大切な娘を預けることなんてできるわけがない。ユミの親権は渡せないと話すと、アリサは泣きながら何度も懇願してくる。不倫をしておいて娘だけはよこせというその発言に俺は頭にきてしまった。ふざけるな。人を騙していたお前にユミは任せられない。結局彼女の両親も交えて話をした結果、ユミの親権は俺が持つことで決まった。離婚届を出しに行くという理由もあったが、これ以上アリサの顔を見ていたくなかった俺は病院を後にする。すると義母が俺の後を追いかけてきた。娘を信じてやってほしいと泣きながらお願いされたが、もうこれ以上関わりたくなかった俺は、すみませんとだけ言葉を残してその場を離れた。離婚が成立した俺はユミとの二人暮らしを始める。だが俺が仕事の合間、ユミをどうするべきかという問題が浮上していた。実は
俺にはすでに頼れる身内がいなかった。両親は幼い頃に離婚しており、俺は母親に引き取られたのだが、その母も数年前に病気で他界してしまっている。ユミを育てながらできる仕事を探すか。頼れる相手が思いつかなかった俺は転職をすることを決めた。それに合わせて今よりも安いアパートに引っ越しも決める。幸い貯金があったため、引っ越し資金としばらくの生活費はなんとかなりそうだった。今日から越してきました川本です。よろしくお願いします。あらあら、そちらは娘さん？あなた一人で育ててるの？隣に住むおばさんは子供が好きだそうで、事情を話すと俺が仕事の間はユミの世話をしてくれると提案してくれた。俺にとってはとてもありがたいことで、お言葉に甘えさせてもらうことにした。おばさん曰く、このアパートは住人同士のコミュニティがしっかりしており、何か困ったことがあればお互いに助け合うことを意識しているらしい。俺もユミもアパートの住人たちに歓迎してもらえて、何かあればいつでも言うようにと言葉をかけてもらえた。そんな環境に恵まれたことで、俺も仕事に集中して取り組むことができた。俺が新しく勤め始めた会社では、俺のようなシングルファザーの待遇も良くて働きやすい環境だった。そんな会社で営業マンとして働き始めた俺は、最初こそ厳しい収入だったが、次第に軌道に乗ってきたことで安定した収入が得られるようになった。同時にユミも住人の方々の支えもあってすくすくと育っていた。ユミを見ていると、こんな生活も悪くはないかと思える。そんなある日のことだった。大口の商談を控えていた俺の携帯に大家さんから着信が入った。この日は隣のおばさんが用事でいないということで、大家さんがユミの面倒を見てくれていたため、何かあったのだろうかと思いながら電話に出る。ああ、川本さん、繋がってよかった。ユミちゃんが熱を出しちゃったの。思わぬハプニングに俺も焦りを隠せずにいた。この後の商談もあるが、ユミのことも心配で、どうしたらいいかと悩んでいると、後輩が代わりに言ってくれると言い出した。少し軽い性格のあるやつで不安もあったが、ユミを病院に連れて行かなければいけないこともあったので、彼に託すことにした。部長にそのことを伝えると、やはり部長も不安はあるようだったが、緊急事態だから仕方ないと承諾してくれた。その後、急いで帰宅した俺はユミを連れて病院へ向かう。幸いただの風邪だったようで大事に至らずに済んだ。ほっとしたのもつかの間、会社から電話がかかってくる。川本くん、やはり彼に任せた君の判断は間違いだったよ。どうやら俺の代わりに商談に向かった後輩が粗相をしてしまったらしく、先方を怒らせてしまったそうだ。当然、今回の商談は破談となり、会社としても大打撃を受けることとなってしまう。その結果、今回の責任を背負うことになった俺は会社をクビになってしまった。事情を知った大家さんや住人の方々は俺を励ましてくれた。特に隣のおばさんの言葉は折れそうになっていた俺の心をつなぎ止めてくれた。本来は川本さんがそこまで責任を負わされるのはおかしいのよ。そんな会社辞めれてよかったじゃない。そう言って笑うおばさんは、もっと違う場所でやっていけるところは必ずあると言ってくれた。そんなおばさんの言葉で冷静になれた俺は、しばらくはユミとの時間を大切にしながらゆっくり仕事を探すことにした。幸い貯金がだいぶ溜まっていたこともあり、当分はやりくりできる余裕があった。いろいろなことが重なって振り返れば追い込まれっぱなしの俺だったが、成長していくユミを見ているとそれだけでも心が癒されていく。ユミのことは絶対に俺が守るからな。そうユミに言い聞かせながら、俺はこの可愛さを記録することにした。いつかユミが大人になった時に見せるもよし、巣立っていくユミを見送り、日記を見てそれまでのことを振り返るのもよし。そう思った俺は日記帳を購入して毎日ユミの子育て日記をつけ始めた。子供の頃から絵は得意で、学生時代には賞を取ったこともあった俺は、ユミの成長を絵日記にして残すことにした。そんなある日のことだった。隣のおばさんがユミの顔を見に遊びに来ていた際に、俺の子育て日記を見つけた。あら、これすごく上手に書かれてるわね。へえ、内容も面白いじゃない。ねえ、これいっそ本にして出してみたら？いやいや、そんな恐れ多い。
最初は冗談のつもりだろうと思っていたが、おばさんはこういう日記は子育てをしている人にはすごく参考になると押してくれる。川本さんのようなシングルファーザーの人にはなおさら参考になるんじゃない？おばさんの言葉に納得してしまう俺。確かに俺も最初の頃は育児に悪戦苦闘していた。そんな俺の経験が誰かの役に立つならそれに越したことはない。さすがに本を出版するとまではいかないが、SNS に上げるくらいならいけるだろうと思い、日記と同じ内容とイラスト、時には写真をネット上にも発信することにした。その結果、俺の投稿は日に日に話題となり、フォロワーも増えていった。いつしか俺のアカウントに広告がつくようになり、そこから収入も得られるようになっていた。育児の傍ら SNS で投稿を続けることで収入を得ながらユミとの時間を取れる今の生活に俺も満足している。それから数年後、ユミも幼稚園に通うようになっていたある日、 SNS に DM が届く。それは義母からだった。どうやら SNS に上げた写真からそれがユミなのではないかと思った義母は確認のために連絡をしてきたのだという。義母の話ではアリサが俺とユミに会いたがっているのだという。今更会う必要もないだろうと思った俺だったが、一度だけでもいいからどうしても会ってやってほしいと頼み込んでくる。正直あまり気乗りはしなかったが、 SNS のネタにもなると思った俺はユミを連れてアリサの実家を訪れることにした。ヒロシさん、来てくれてありがとう。迷惑をかけた君にこんな無理なお願いをしてしまって本当に申し訳ない。そう話す義両親と軽く挨拶を交わしていると、ヒロシ、本当に来てくれたんだ。お前、それ、何があったんだよ。そこに現れたのは車椅子に乗ったアリサだった。この数年の間に一体何があったというのか。詳しい話を聞くと、アリサは俺と離婚する前から重い病気にかかっており、余命6ヶ月という宣告を受けていたらしい。臓器移植を受けることができればその命は助かるという状況だったそうで、事故があったあの日はドナーに会いに行く途中だったそうだ。一緒にいた男性は臓器移植のサポートをしてくれていたボランティアの男性だったのだ。どうして言ってくれなかったんだ？だって私の病気はあなたのお母さんの命を奪ったものと同じものだったから。それはアリサなりの気遣いだった。母の命を奪ったものと同じ病気だとすれば俺を苦しめることになると思ったらしい。移植手術を受ければ助かると聞いていた彼女は、その手術が終わったら何事もなかったかのように生活に戻るつもりでいたらしい。でもあの事故があってしばらく入院してたでしょ。それもあって結局ドナーからの提供は受けることができなかったの。そうなれば自分が半身不随になるのは免れない。俺の負担になるくらいなら離婚した方がいいと考えたアリサは離婚届にサインをしたのだという。じゃあお前の命は？心配する俺をよそにアリサは奇跡的になんとか生き続けることができたと話す。それはずっと叶えたかったことがあったからだとアリサは言った。病気を治していつかヒロシとユミと3人で暮らしたいってずっと望んできたから頑張れたんだ。その思いが奇跡を呼んだのか、新たなドナーが見つかり、アリサは半身不随にはなったものの一命を取り留めることができた。そんな時に義母が俺の投稿を見つけてアリサの願いを叶えるために連絡をしてきたらしい。頑張ってよかった。こうしてまたあなたたちに会えたから。笑って話すアリサを気づけば抱きしめていた。本当はずっとどこかで全部嘘であってほしいと願っていた。だからこそ真実を知った今、もう一度アリサを受け入れることができた。自分が病気になってもいつも俺のことばかりを考えていてくれたその優しさが本物だと確信したから。その後俺たちはもう一度やり直すことに決めた。アリサとユミのことを考えると、彼女の実家で暮らした方が安心だと思った俺はアパートを引っ越すことを決めた。お世話になった住人たちからは惜しまれたが、最後は笑顔で見送ってくれた。それから数年後、俺はネットビジネスで生計を立てながらアリサのサポートとユミの子育てに奮闘していた。たまに2人を連れてアパートに遊びに行くと相変わらず住人たちに歓迎された。いろいろなことがあったけど、こうして今は幸せな生活を送ることができることに俺は感謝しながら毎日を過ごしている。空腹の少年を助けたらまさかあんなことになるなんて。私は杉原幸子。
昔から子供が好きで、将来の夢は保育士だった。いつか結婚したら子供が欲しいとも思っていた。大学では幼児教育について学び、希望通り保育士になることができた。運命の出会いは思ったより早くやってきた。大学卒業後に就職した保育園で、同い年の男性保育士である吉彦さんと出会ったのだ。彼ももちろん子供が好きで話もあった。打ち解けるのにそう時間はかからなかった。仕事上の悩みを相談していくうちに、私は彼に惹かれていき、やがて付き合うようになった。そして交際から2年でめでたく結婚。それから1年後には男の子を授かることができた。私たち夫婦は飛び上がるほど喜んだ。初めて抱っこした時は感動で泣いてしまうほどだった。生まれてきてくれてありがとう。絶対大事に育てるからな。二人でそう固く誓った。名前は強い志を持って生きてほしいという理由で剛にした。夫と一緒に剛と遊ぶところや、大きくなったらどんな職業に就くのかを想像しては明るい未来を描いていた。それから私は子育てに力を注いだ。夫も育休を取って協力してくれた。教育にいいと言われているおもちゃを与え、栄養のある食事を食べさせるのはもちろんのこと、成長の記録と称して毎日剛の写真やビデオを撮っていた。本当に親バカだったと思う。剛はすくすくと成長し、歩けるようになったかと思えば言葉を喋るようになり、幼稚園に入園し、やがて小学校に入った。それから私たちは一層剛の教育に熱が入った。小学校からは勉強が本格的に始まる。将来はできるだけいい学校に行ってほしかった。小学校のうちからしっかり勉強させることが大事だと思った私たちは塾に通わせ、ドリルを買ってきて家でもきっちり勉強させるようにした。体も丈夫になってほしいからと、スイミングやサッカーなどのスポーツの習い事もさせた。そのせいで剛の1週間のスケジュールはぎっしり埋まっていた。今思い返すとやりすぎだったと思う。でも当時の私たちが気にかけたのはそれだけじゃなかった。剛の友人関係にも気を配っていた。ある日、剛が膝を怪我して帰ってきたことがあった。私が驚いて何をしていたのか聞くと、友達と一緒に木の上から飛び降りたら着地に失敗しちゃった。と言った。剛の顔はどこか楽しそうで悲壮感はまるでなかったけど、私はとても心配になった。誰がそんな遊びに誘ったの？友達の大地が誘ってきたんだよ。乱暴な遊びをする友達と付き合うのは問題だと思った私は、そんなことは遊んじゃダメ。もう危ないことはしないで。ときつく注意した。息子にはもっと知性的で博識のある子と付き合ってほしかった。剛は不満そうだったけど、しぶしぶうなずいた。だけど、言うことをおとなしく聞いていたのも、小学校3年生くらいまでだった。だんだんと、もっと遊びたいと不満を口にするようになったのだ。私と夫は、今頑張らないと将来困るから、と言い聞かせたけど、剛は余計にわがままになっただけだった。塾の宿題をやらなくなることが増えて、しまいには塾や習い事をすっぽかして友達と遊ぶようになった。私たちはそんな剛を厳しく叱った。もっとちゃんと話を聞いて向き合ってあげればよかったんだけど、私たちも息子が急に変わってしまってどうすればいいのかわからなかった。厳しく接して剛のだれた気持ちを正さなければいけないと躍起になっていた。それに反して剛のサボり癖はひどくなっていく一方だった。小学校6年生になった頃には欠席が多いということで習い事や授業をやめざるを得なくなった。学校の提出物も出さなくなることが増えて、学校の先生から注意を受けることもあった。当然成績は下がる一方で、テストはひどいと50点を切ることもあった。中学受験を考えていたのに、それも白紙になってしまった。そんな調子で小学校を卒業した剛は中学生になった。学校も変わっていい天気だと思っていた私たちは剛を呼んで、これからはちゃんとするように言った。また塾にも入って勉強を一から頑張りなさいとも伝えた。すると
剛は心底嫌そうな顔で舌打ちをした後、こう言い放った。うるせえな。え？剛の口から出てきた言葉が信じられなくて、聞き返すと、うるせえなって言ったんだよ。父さんと母さんの言うことを聞くのはうんざりだ。もうほっといてくれよ。剛は叫ぶと、そのまま家を飛び出してしまった。それからの剛は、私たちの言うことをすっかり聞かなくなった。勉強を一切しなくなって、悪い仲間とつるむようになった。髪も茶色に染めて、ピアスもした。深夜まで遊び歩いて、朝方帰ってくる生活になった。中学に入ってからわずか半年で、学校にもあまり行かなくなってしまった。挙句の果てには他校の生徒と喧嘩をしたということで、警察のお世話にもなる始末だった。両親である私たちがどうにかしないといけないのは分かっていた。でも、剛は私たちとのコミュニケーションを拒んでいた。厳しくしてダメならと思って、できるだけ優しく話しかけても、無視するのが当たり前だった。たまに返事をしても、うざい、キモい、などと、そっけない態度しか取らなかった。すっかりヤンキーになってしまった息子を前に、どう接したらいいのかまるでわからず、私たちは本当に悩んでいた。剛の将来が不安だったし、愛する息子に取り合ってもらえないという現実は、とても辛いものだった。ある日、剛はいつも通り、夕方頃に出かけて行った。ちょうど帰ってきた夫と止めては見たものの、相変わらずスルーされた。今日も朝に帰ってくるんだろうな、と諦めていると、なぜか2時間後にひょっこり帰ってきた。どうしたのかと思っていると、息子の後ろから幼稚園くらいの男の子が顔を出した。着ている服はところどころ汚れていて、袖は黒ずんでいる。ズボンにも穴が開いている。ダメージジーンズのような破れ方ではなく、使い古してできたものだ。何より冬だというのにとても薄着だった。その子どうしたの？私が尋ねると、剛はそれには答えないで、こいつ、腹が減ってるみたいなんだ。何か食べさせてやってくれ。と言った。息子が何かを頼んでくるのは久しぶりだった。その時、お腹がぐーっと鳴る音がして、男の子は恥ずかしそうにお腹を押さえた。事情を聞くよりも先に、この子にご飯を食べさせてあげた方がいいようだ。私は男の子を家にあげると、テーブルの前に座るように促した。男の子はだいぶためらっていたけど、気を使わなくていいから、と言うと、おずおずと椅子に座った。そして、キッチンに行くと、夕飯で食べようと用意しておいたチャーハンをお皿に盛り付けた。いい香りがする。自分でもなかなかうまくできたと思った自信作だ。男の子にそれを出すと、私とチャーハンを交互に見て、なかなか手をつけようとはしなかった。お腹が空いてるんでしょ？遠慮しないでたくさん食べていいからね。そうだ、このチャーハンは美味しいぞ。私と夫が優しく言うと、ようやくスプーンを手に取って、そっとチャーハンを口に入れた。その瞬間、男の子はパッと顔を輝かせた。口にあったみたいだ。次第にスプーンを動かす手は速くなり、すぐにお皿は空になった。満腹になったおかげか、男の子は先ほどよりも表情が柔らかくなっている。どう？美味しかった？私が聞くと、少し笑ってうなずいてくれた。だけど、私は汚れた服が気になっていた。今日一日でついた汚れではないことは明らかだ。この子の両親はちゃんと洗濯しているのだろうか。どういう経緯で息子と知り合ったのかはわからないけど、家まで送り届けなければならない。その時、この子の親に直接聞いてみようか。今日、うちにお父さんとお母さんはいる？少年は少し顔をこわばらせて首を振った。この子一人で過ごすのだろうか。それなら、時間も夜だし、お風呂に入れて、その間に服を洗濯して乾燥機にかけてあげようと思った。せっかくだから、一緒にお風呂に入ろう。服も汚れたままじゃ嫌でしょ？洗濯してあげる。男の子はやっぱりためらっていたけど、心の中では体をきれいにしたかったんだろう。ほらほら、お風呂は気持ちいいぞ。と夫が言うと、私の後をついてきて、お風呂場までやってきた。
だけど、服を脱がせた時、私たちはぎょっとした。男の子の体中にあざがあったのだ。いくらわんぱくでもこんなにあざまみれにはならないはずだ。とりあえず、服は旦那に洗濯してもらうことにして、私と男の子はお風呂に入った。湯船に浸かると、彼はぽつりとつぶやいた。お風呂ってあったかいんだね。まるで初めてお風呂に入ったかのような感想だ。日常的にお風呂に入っている子からこんな言葉が出てくるだろうか。それに、この子は自分の感情を表に出すのを極端に抑えている節がある。普段から親が怖くて自分の意見を言えないからじゃないのか。ひょっとしてこの子は虐待されているんじゃ。私の心の中の疑念が確信に変わり始めた。お風呂から出た後、夫に自分の考えを伝えると、彼も同じことを考えていた。俺もそう思うよ。でも、まずはあの男の子と剛がどうやって知り合ったのかが知りたいわ。そうすれば、男の子のことも少しはわかるかもしれないし。そこで、私たちは剛の部屋に行って、男の子と出会った経緯を聞くことにした。あの子とどうやって知り合ったんだ？夫が聞くと、剛はめんどくさそうに頭をかいた。なんでそんなこと聞くんだよ。自分の子供が急に知らない子を連れてきたら気になるでしょ？私が言っても、剛の態度は変わらなかった。別にどう知り合おうが俺の勝手だろ。そこで、私の中でプツンと何かが切れた。男の子の命がかかっているかもしれないのだ。悠長なことを言っている場合ではない。いい加減にしなさい。あなただけじゃなくて、男の子も関わる問題なんだから、真面目に答えなさい。気づいたら、久しぶりに大声で剛を叱っていた。剛は驚いた顔をした後、ごまかすのは無理だと思ったのか、ぽつりぽつりと話し始めた。この前、隣町の学校の奴らに、俺の友達が殴られたんだよ。それで、決着つけることになって、町の外れにある廃工場まで行ったんだ。私にも場所が分かった。肝試しスポットとして町では有名なところだった。でも、あそこは立ち入り禁止じゃないのか？夫が言うと、剛は気まずそうな顔になった。それはそうだけどさ、しょうがねえだろ。他に場所がなかったんだよ。放っておくと、夫と口論になりそうだったので、それは一旦置いといて、それで、あの子とはその廃工場で知り合ったの？と話の続きを促した。ああ、そうだ。廃工場の床にあの子が倒れていたんだよ。警察に知らせようかとも思ったけど、立ち入り禁止のところに入ったのがバレるとまずいなと思ってやめたんだ。それに、声かけたら目を覚ましたし、大丈夫かなと思って。だけど、家の場所を聞いても何にも言わねえし、腹が減ってるみたいだったから、その場を仕切ってた俺が連れて帰ることになったんだ。私と夫は息子たちの行動に呆れてしまった。侵入禁止の場所に勝手に入った上に、その目的が喧嘩だったなんて。だけど、男の子を助けたのは偉いと思った。立ち入り禁止の場所に入ったのはダメだけど、男の子を見捨てなかったのは立派よ。そうだな。そこは褒めてもいいな。私と夫が言うと、息子は少し照れくさそうにした。私たちも息子を褒めるなんていつ以来だろう。久々に親子のコミュニケーションを取った気がした。私たちはあの少年をどうするか話し合った。虐待されているにしろ、素性がわからないと警察も対応に困るだろう。私たちの方で一度家の場所や名前を聞き出してみることにした。ところが、肝心の男の子は何を聞いても答えてくれなかった。下を向いているばかりだった。その表情は怯えているように見えた。人と接するのが怖いのだろう。このまま警察に連れて行ったところで、警察官を怖がって言葉を話すことができないと思った。せめて自分の名前を言えるくらいになってから引き渡した方がいいだろうと考えて、少しの間、うちで預かることにした。朝昼晩とご飯を作ってあげ、お風呂にも毎日入れてあげた。傷の手当てもした。時間が経つにつれ、徐々に男の子の表情も豊かになっていった。ただ、剛がそれ以上に予想外の行動に出た。男の子の世話を手伝ってくれたのだ。
最初は私たち夫婦だけでやろうと思っていたのに、自分の方から何かやることないかと申し出てくれた。絵本の読み聞かせをしてあげたり、着替えを手伝ったりと、しっかりお世話していた。ヤンキーの友達とつるむのもやめたみたいで、ふらふらと出歩くこともなくなった。男の子が家に来てから3日後、私が朝食の準備をしていると、男の子が近寄ってきた。もうちょっとでできるからね。そう声をかけると、男の子は、ひろき、とつぶやいた。小さい声だったけど、ついに男の子が言葉を発したのだ。ひろきって、君の名前？私がびっくりして聞くと、彼は、うんとうなずいた。今なら、家の場所も聞き出せるかもしれない。君の家は、どこかわかる？ひろきくんは、くしゃっと顔を歪めた。お家には帰りたくない。やはり、何か事情があるようだ。パパとママは、どうしているのかな？パパはすごい前にいなくなっちゃった。ママは痛いことするから嫌い。この子は虐待をされている。そう確信した私は、夫と剛にこのことを話した。すぐに警察に知らせた方がいいだろう。剛が言うと、夫は考え込む顔になった。警察に知らせても、結局母親の元に戻されてしまうんじゃないか？その言葉に私も剛も悩んだ。だけど、ずっと預かり続けることはできない。私たちは弁護士や警察ではないから特殊な権力があるわけでもない。問題を根本的に解決することはできない。いろいろと考えた末、私たちは結局、ひろきくんを警察に引き渡すことにした。4人で警察に行くと、できるだけ丁寧に事情を説明して、ひろきくんは虐待を受けていること、本人は家に戻りたがっていないことを強く伝えた。警察の人はよくわかってくれて、母親の元には返さず、しっかり保護すると約束してくれた。息子が立ち入り禁止の廃工場にいたことも知られてしまったけど、ひろきくんを助けたということで、今回は多めに見てもらえた。ひろきくんが幸せになれることを願い、私たちは警察を後にした。数日後、私がいつも通り夕飯の支度をしていると、ピンポンとインターホンが鳴った。誰だろうと思って出てみると、知らない男性が立っていた。高そうなスーツを着ている。外に止めてある高級外車も彼のものだろう。どちら様でしょう？肩書きは大企業の役員だった。ひろきくんからだいぶ前にいなくなったと聞いていたけど、まさかこんな立派な企業に勤めていたなんて。今日はお礼を言いに参りました。ひろきを助けてくださって本当にありがとうございました。あきらさんは深々と頭を下げた。いえいえ、とんでもありません。ところで、ひろきくんはどうなったんでしょうか？ひろきは私が引き取ることになりました。聞けば、あきらさんは結婚してひろきくんを授かったものの、仕事があまりに忙しく、奥さんとのすれ違いが増えてしまい離婚。ひろきくんの親権を争ったけど、奥さんがあまりに引き取りたがったために、ひろきくんは奥さんの元に行った。離婚してからは、1ヶ月に1回ひろきくんと会っていたけど、ここ数ヶ月、元妻は、ひろきが熱を出した、怪我をした、と言っては、一方的に約束を破るようになった。おかしいと疑ってはいたけど、まさか虐待しているとは思いもよらなかったそうだ。妻が自分からひろきを引き取ったわけですし、てっきり世話もきちんとしていると思っていました。しかし、先日警察から連絡があり、ひろきくんが虐待されていると発覚。大至急話し合いの場を設けたところ、元妻は育児と仕事の両立が大変で、ひろきくんに八つ当たりしていたと白状した。元妻がこれ以上ひろきくんを育てることはできないと判断し、あきらさんが親権を持つことになって、ひろきくんと二人で生活することになったそうだ。あきらさんは物腰が柔らかく、誠実そうな人だった。この人のもとなら、ひろきくんが幸せになれそうで、私も安心した。旦那と剛も帰ってきたので、一部始終を話すと、二人ともほっとした様子だった。実は今日、ひろきも来ているんです。あきらさんは車に戻ると、ひろきくんを呼んできた。
着ている服は綺麗なもので、表情も明るくなっている。ひろきからもお礼を言いなさい。アキラさんに促されたひろきくんは前に進み出て、ありがとうございました。と、ペコリと頭を下げた。では、あまり長居をするのも良くないですから、これで失礼します。わかりました。ひろきくん、元気でね。私たち3人が手を振ると、ひろきくんは笑顔で手を振り返してくれた。ひろきくんはもう大丈夫だろうと、私たちも笑って見送った。こうして、ひろきくんをめぐる一件は無事に解決した。この出来事を通じて、私たちの息子、つよしに一つ大きな変化があった。なんと、ヤンキーをやめて真面目に生きると言ってくれたのだ。アキラさんが来た次の日には、ピアスも外して、髪の毛も黒髪に戻していた。母さんと父さんが何をするにもごちゃごちゃ言ってきて、鬱陶しかったんだ。まるで親のロボットみたいで息苦しかった。もっと自由に遊んでいたかったから反抗していたけど、ひろきを見ているうちに自分は愛されていたんだって気づいたよ。きっと俺のことを思っていろいろ言ってくれてたんだよな。親からの愛情も当たり前のものじゃないって分かった。今まで迷惑をかけてごめん。私たち夫婦も過剰な期待をかけて友人関係にも口を出すなど過保護すぎた面があったと反省した。習い事や塾も剛がやりたいことではなくて私たちがやらせたいことだった。息子のためだからといって自分たちの理想を押し付けていたと気づいた。私たちの方こそもっと剛の意志を尊重してあげればよかったわ。ごめんなさい。愛情を履き違えていた節があったな。すまなかった。剛は、もういいよ。父さんと母さんの子供でよかったと思っているから。と言ってくれた。それから私たち家族は仲良くなった。剛は学校にもちゃんと通うようになって今年からは高校生だ。最近はひろきくんと触れ合ったことをきっかけに幼稚園か保育園の先生になりたいと言っている。自分たちと同じ道を選んでくれるとは思っていなかったから嬉しい限りだ。これからもそんな剛の成長を温かく見守っていきたい。